婚約をキャンセルされたその日、指輪をゴミ箱に放り込んだ。道端のタクシー運転手が手を振りながら、どこへ行くか尋ねてきた。そのまま走ってくれ僕は言った。どこでもいい、元いた場所じゃなきゃ。スカイラーの電話がかかってきたとき、僕は携帯の電源を切った。3日間、電源を入れたまま放置していた。夜の海風が心地よく、シャツの裾を気ままに揺らしている。スカイラーが初めて思いを打ち明けてくれたあの日を思い出した。あの頃の彼女は幼く、目には隠しようのない思いがあふれていた。若くて無鉄砲だった僕は、まっしぐらに飛び込んだんだ。20歳のスカイラーに、僕は苦しいほど恋をしていた。彼女のために、南から慣れない北の町へ引っ越した。好きな仕事を諦め、彼女のアシスタントに甘んじることにした。それで9年が過ぎた。運命とは皮肉なものだ。僕たちの婚約も9回。そしてその度に肝心な場面で、あの男のせいでキャンセルになった。彼の名前はゼイン。彼をめぐる口論は数えきれないほど繰り返してきた。何度も言ってるでしょ。ゼインと私は本当に家族みたいな関係なの。なんでそんなに不安なのよ。私たちは幼馴染で家族みたいに仲がいいの。なんであなたの目にはいつも下心があることになるの？ジェーデン、嫉妬するあなたって本当にみっともないよ。ゼインはあなたが私たちを疑うことさえ恨んでないのに、これ以上どこまで行くつもりなの？スカイラーはいつも不満そうな表情を浮かべる。だからあんなに激しい口論をするたびに、僕は自分の激しい感情を静かに飲み込んでいた。彼女を失うのが怖くて、いつも謝って和解をこい、頭を下げるのはこっちだった。でも今回は心が異常なほど穏やかだった。彼女と対峙したいという気持ちさえ湧かなかった。ただ、海風を感じていたかった。それだけで十分だったんだ。スカイラーは簡単に僕を見つけ出した。宿泊先のホテルが彼女名義だということを忘れていた。彼女は警告なしに僕の部屋のドアを開けることさえできる。ジェーデン、逃げるなんて子供じみてるってわかってる？あの日は私とゼインが出会って20周年記念の日だったの。一緒に祝いに行っただけ。あなた以外に友達がいてもダメ？はあ。友達か。キスする友達のことかい？その問いは口にしなかった。彼女がただのゲームだって言い張るのは分かっていた。どうせ初めてのことじゃない。ゼインと私の間には何もないの。あなた、もう嫉妬して逃げるのやめてくれない？彼女は僕を見つめ、心配そうに眉を潜めた。分かったわ、結婚式をより盛大にして埋め合わせるから。ゼインに立ち会い人もやってもらうし。それでいいでしょ？彼女の口調はなだめるようなものだった。僕は返事をしなかった。彼女の眉間のシワは一段と深くなった。ジェーデン、もしあなたが。わかったよ彼女が言い終わる前に、僕は遮った。昔の僕なら、執拗に口論して、結局は自分が悪者になって、おとなしく謝っていたはずだ。でも今、僕はただ薄っぺらな笑みを浮かべただけだった。そんな僕を見て、彼女の目には一瞬、驚きが走った。それから表情を和らげ、僕の手を取ろうとした。帰ろう。僕は冷たく手を引っこ抜き、彼女の前を歩き出した。スカイラーは数秒、呆然としていた。喧嘩をしないのか？彼女はそれに慣れていなかった。彼女の車に着くと、そこには全員も待ち構えていた。ジェイデン。よう、ついに見つけたな。スカイラーがどれだけ心配したかわかんねえよな。彼は笑いながら片腕でスカイラーを抱き寄せた。俺が言ったろ、あの記念日イベントにジェイデンも連れて行けって。ほら、また嫉妬しちゃった。今度こそやばいな。
ジェーデン、彼女の代わりに謝るよ。怒るなよ。それでも怒ってるんなら、俺が彼女をぶん殴ってやるから。彼はスカイラーの肩に向かって冗談めかして空パンチを振り、軽いタッチはやがて彼女に腕を回す動作に変わった。またそこ狙ってんの？そこ、私の急所なのよ。スカイラーは眉を上げて彼を見た。おい。そんな目で見るなよ。彼はくすくす笑い、視線を僕に走らせた。ジェイデンが見てる。いい子にしろよ。また逃げ出させたいのか？僕は彼らを見なかった。物静かに、そして分かっていて後部座席に座り、目も上げなかった。昔は助手席をめぐってスカイラーとよく口論したものだった。全員がいるときはいつもそこは彼の席だという。彼は車酔いしやすく、スカイラーの隣に座るしかなかったから。それは僕を怒らせた。理解できなかった。スカイラーの目には、それが僕を嫉妬深い男にしているだけだった。今度は僕の沈黙がスカイラーを戸惑わせているようだった。車が動き出すと、助手席の全員が振り返って僕を見た。ジェーデン、この数日ちゃんと食事してないみたいだな。夕食おごるよ。スカイラーの代わりに謝るつもりでさ。今度遊ぶときは絶対誘うからな。いいや、僕は淡々と答えた。家まで送ってくれ。スカイラーは聞かなかった。彼女は飲食店街に向かって車を走らせ続けた。あなた、この数日間ちゃんと食事してないのよ。無理しないで。車は賑やかな繁華街のレストラン街に止まった。全員は肘で彼女をつついた。スカイラー、あそこの激辛手羽先食べたいな。あなた胃弱なのに、辛いの食べすぎないでね。彼らは本当にカップルのように見えた。スカイラーは彼の体質を僕以上によく知っていた。彼女は混んでいない店を選んだ。注文している間、店員がレモンウォーターをそれぞれの前に持ってきた。全員はスカイラーの前にあるグラスを一口飲んだ。こっちの方が甘いな。スカイラーは呆れ顔で笑った。彼女は彼の肩をトントンと叩いた。まだその悪い癖、治ってないの？なんでいつも私の飲み物を先に味見するのよ。全員の目が突然僕に向いた。ジェーデン、怒ってないよな？スカイラーと俺は子供の頃からこうだったんだ。彼女のものはいつも俺が一番乗りだ。スカイラーは少し気まずそうな顔をした。僕にはどう映るか気づいたようだった。僕は彼らをちらりとも見なかった。別に。幼馴染がそんなに仲がいいのは普通だよ。スカイラーはほっとしたように小さくため息をつき、目には僕への称賛の色さえ浮かんでいた。嫉妬しない。大げさな騒ぎも起こさない。彼女と男友達との軽い戯れさえ我慢する。ついに僕は大人になれたようだ。あまりにおとなしくしたから、料理が運ばれてきたとき、ある種のご褒美として、彼女は僕のためにエビの殻を剥き始めた。ちょうど僕に手渡そうとした瞬間、全員がそれをひったくった。どうして俺がエビ食べたいってわかったんだ？全員は自分の皿にそれを乗せた。俺の好み、覚えてると思わなかったよ。少しは良心残ってるんだな。スカイラーは首を振りながら笑った。ゆっくり食べなよ。誰も奪い合わないんだから。全員は図踊り自粛もエビを一枚僕の皿に乗せた。ジェーデン、君も食べろよ。足りなかったらスカイラーに俺にもっと向いてもらうから。僕はそのエビに手をつけなかった。エビは好きじゃない僕は淡々と言った。スカイラーはわずかに眉を潜めた。おそらく僕の好みがいつ変わったのか不思議に思っているのだろう。そう、昔の僕はエビが好きだった。でも他人の皿のものは食べない。奪い合い、
回しされたもの？結構だ。全員は実は海鮮アレルギーだ。あのエビを取ったのは、ただ注目を奪うためだ。案の定、帰り道、彼の方に赤い発疹が広がった。病院は家の反対方向にあった。スカイラーは僕を置いていくことを選んだ。全員、今すぐ病院に連れて行かなきゃ。あなた、タクシーで帰って。でも、彼女は僕に言い終えさせなかった。全員への心配でいっぱいの目をして、ドアを閉め、道の向こうへ消えていった。そのあたりは閑散としていた。タクシーは来ない。街灯が数本切れていた。暗闇から二人の大きな影が現れ、明らかに悪意を持った目で僕を見つめながら近づいてきた。3. 背筋に危険が走る。僕は足を速め逃げ出そうとした。だが、二人の男は素早く間合いを詰め、両側から僕を塞いだ。よう兄ちゃん、夜中に一人かい？ちょっと金貸してくれねえか？一人が酔った口調で言い、酒臭い息を吐きながら、すでに僕の財布の入ったポケットに手を伸ばしてきた。僕は身の毛がよだった。心臓が高鳴る。金はカバンの中だ。現金で2000くらい、カードにも少しある僕は交渉を試み、金で逃れようとした。持っていけ。警察には通報しない。おとなしいじゃねえか。もう一人の男がうなり、僕のカバンをひったくった。現金を見て、彼の目が輝いた。しかし、彼らの視線は僕から離れない。金取ったんだ。もう行かせてくれよ。僕の声はか細かった。ただ、ここから逃れたかった。急ぐのかよ？最初の男の目が僕の上を舐め回した。いい服着てんな。それ以上持ってるだろ。最近ちょっと困っててさ。もっと貸してくれよ。簡単には済まないと分かっていた。振り返って逃げようとしたが、腕をつかまれて引き戻された。動くなよ。揉み合う中、一人が僕の顔を強く叩いた。耳が鳴った。調子に乗ってんのかよ。邪魔すんじゃねえ。もう一人の男が飛び出しナイフを取り出し、僕の目の前で振り回した。腕時計、指輪、金になるもの全部よこせ。さもなきゃ血を流させてやるぞ。恐怖で思考が凍りついた。僕は本能的に抵抗し、彼らを押しのけようとしたが、拳が腹にしんしんと入り、痛みで体を折り曲げた。混乱の中、僕は必死に足を蹴り上げ、誰かのすねに当てた。こいつ、抵抗してきやがった。ナイフを持った男は、今や激怒し、歯を僕の脇腹に突き刺した。痛かった。とても。血が止まらない。それを見て、二人の男は急速に正気を取り戻し、慌てて逃げ出した。最後の力を振り絞り、僕は携帯を探し、91にダイヤルした。でも、ここははるか遠くだ。スカイラーは救急車より近くにいた。彼女はまだほんの少し前にここにいた。何度も何度も彼女はうんざりした様子で電話を切った。ついに電話に出たとき、僕にはほとんど力が残っていなかった。全員が重症のアレルギー反応を起こしてるのよ。一回くらいふざけるのやめてくれない？唇はほとんど動かなかった。助けて出血してる。ジェイデン。どうして毎回私が全員と二人になるときにこういう芝居をするのよ？ここが痛い、あそこが苦しいあなたの芝居にはもううんざりなの。全員は今日本当に体調が悪いんだよ。少しは思いやりを持ってよ。僕の息は次第に弱まり、苦痛のうめき声しか出なくなった。彼女は動じない。演技やめてよ。今日、たとえあなたが死にそうになっても、私は会いに行かないから。彼女は電話を切った。最後の口調は冷たく、決然としていた。
僕は絶望的に地面に横たわり、救急車を待った。視界の端に暗闇が忍び寄る中、一人の人影が僕の前にしゃがみ込んだ。お客さん？大丈夫ですか？頑張って。病院に連れて行きます。親切な見知らぬ人が僕を救ってくれた。僕は永遠に続くかのように救急室に横たわっていた。死ぬと思った。幸い、彼らが時間通りに連れてきてくれた。かろうじて一命を取り留めた。その後数日間、スカイラーは一度も電話をかけてこなかった。一方、全員のスナップチャットはとても活発だった。こんなに気にかけてくれる親友、他にいる？ちょっとしたアレルギー発作で、彼女が24時間つきっきりでそばにいると言い張るんだ。彼女にどうしたらいい？写真には、スカイラーが彼のために果物の皮を剥いている様子が写っていた。彼の少し赤らんだ顔には甘い笑みが浮かんでいた。共通の友人たちが次々にコメント欄に祝福を書き込んでいた。あなたたち二人、私の推しカップルだよ。本当に似合ってる。これで20年？もう結婚しちゃいなよ。結婚祝いの準備はできてる。披露宴はいつ？病院で温かいスープをすすりながら、僕は嬉しそうに自分もコメントを追加した。末永くお幸せに。4. スカイラーは僕のコメントを見た。彼女からの電話には、いい加減な言い訳が添えられていた。みんな冗談で言ってるだけよ。嫉妬しないで。全員は体調が悪かったんだから、付き添わなきゃいけなかったの。本当にそんなことで大げさに騒ぐつもり？彼の体調が良くなったら、結婚式の準備を再開するから。あのスーツ、一緒に買いに行くし。それで満足でしょ？僕はそっけなく答えた。他に用事は？今忙しいんだ。数秒間、向こう側は沈黙した。昔の僕なら、全員の曖昧な投稿に激怒していた。スカイラーに詰め寄っても、帰ってくるのは叱責ばかりだった。そんなに神経質にならないでよ。仲のいい友達はそういうこと気にしないのよ。私に自分の親友と縁を切れって言うの？あなた自身を見てよ。みっともないわ。でも今、そんなものを見ても心拍数さえ上がらなかった。彼女がそれ以上言い終える前に、僕は通話を切った。警察は強盗犯の確認を従っていた。僕も自分を救ってくれた人を探したかったが、彼女はとっくにどこかへ行ってしまっていた。全員の新しいスナップチャットストーリーには、見覚えのある背景僕の寝室が映っていた。彼はシャツを脱いでいた。横にいる女性、顔は映っていないが、彼の腕に腕を組んでいた。キャプションにはこう書かれていた。今夜は良い夢を。僕がいない間、彼らは楽しんでいたようだ。でも、彼が思い出させてくれた荷物をまとめに戻らなければいけないって。あの場所は、本当は僕の家なんて呼べるものじゃなかった。ただ、前回のように、またベッドでサプライズに遭遇したくはなかった。あの時、スカイラーは言い訳に窮していた。誤解しないでよ。全員が寄ってて。バーに置いて帰れなかったから家に連れてきただけなの。全員は一瞬も瞬きしなかった。ああ、スカイラーと俺はただの友達だよ。考えすぎだな。なるほどね。二人が幼い頃からどれだけ仲が良かったか、いつも自慢していた理由が分かった。上半身裸の全員とタオル一枚に包まれたスカイラーを見て、僕はただ微笑んだだけだった。シャワー浴びただけだろ。大したことじゃない。君たちそんなに仲良いんだ。なんで僕が気にすると思う？酔った友達のシャワーを手伝うなんて普通だよ。わかってるよ。純粋な友情だ。貴重だね。スカイラーは凍りつき、一瞬表情が崩れた。
僕、厄介者の邪魔者が雰囲気を壊したんだ。彼女は不機嫌だった。だから今回は戻る前にスカイラーにメールを送った。言い訳を考えたり、片付けたりする時間を与えるためだ。もう二度と見たくない光景を見なくて済むように。翌日、その場所はピカピカだった。僕は彼女が掃除するのを見たことがなかった。きっとすごい夜だったんだろう。どこに行ってたの？病院。病気だったの？彼女の声に突然心配そうな響きが混じった。昔の僕なら深く感動していただろう。だって以前僕が病気になった時、彼女はいつもこう言ったものだ。忙しいの。病院に連れて行けないよ。ただの風邪でしょ？死にはしないから。そう、全員と飲んだりゲームしたりするのに忙しかったんだ。熱で苦しんでいる時、全員は無邪気に聞いたものだ。俺も男だけど、なんでそんな簡単に病気にならないんだろう？男のくせに大げさだな。俺みたいに丈夫な体質に生まれなくてよかったよ。だから今回僕は刺されただけ。大したことじゃない。愚痴を言う価値もない。目が悪かったんだ。目？どうしたの？盲目だったんだ。人のことがはっきり見えなかった僕は冷静に彼女を見た。もう治った。彼女の表情が和らぎ、まるで本当に僕のことを喜んでいるようだった。よかった。これでもうはっきり見えるんだね。うん。もう完全に見える。